ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年33号ワンピース最新話1087話軍艦バックを考察します。1ヶ月ぶりの連載再開。この1087話は数多くの要素が過去の話とつながりまくっています。そしてガープの死亡フラグを感じる回です。そんなガープには罪がありそう。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。1087話は蜂の巣。これは Twitter で予想できました。なぜ連載再開後が蜂の巣だと予想できたのか。それは8です。今後1086話以降で8が連続で登場する話数は1087話から1089話、1180話から1189話しかありません。故に1087話は8の巣だと考えました。さらに87話の語呂合わせはそのまま花。87話は長い花のウソップの話であり、187話にも長い花のボンクレー。故に1087話では最も鼻が長いバスコショットが登場すると考えたからです。まずはいつものようにそんな話数の理論を考えましょう。1087話の類似話数は87話と187話です。87話は終わったんだ。87話の扉絵にはコビーがガープの下で海軍大将を目指して勉強中。一方1087話では青木軸山がガープの真似をして修行中。さらに87話でルフィは海の中で溺れそう。一方1087話ではウルフが海の中で溺れそう。そんな87話の語呂合わせはそのまま花ですから、87話では長鼻のウソップが奮起して宙と戦っています。そこで魚人の宙はウソップに水鉄砲を浴びせて蜂の巣になれと言っています。蜂の巣つながり。さらに87話ではウソップが酒を宙に浴びせて必殺火炎星。一方1087話の蜂の巣ではガブガブ飲みの竹人間バスコショットがガープに酒造ロックという火炎技を放つ。次に187話は互角、火花散る互角の戦いです。サンジとマネマネの実、白鳥ボンクレーの互角の戦い。一方1087話ではガープの真似をして拳を鍛え上げた青木地との互角の戦い。続いて1087話の反転話数も考えましょう。1087話をひっくり返すと781話本回。781話ではローがシャンブルズで突然現れてドフラミンゴにガンマナイフ。一方1087話ではスケスケの実のシリュウが突然現れてガープを剣で刺す。さらに781話でローは身代わりを使っていますが、1087話ではガープが身代わりとして海賊たちを投げる。以上が1087話の話数の理論一つなぎです。それでは本編の流れの考察を始めましょう。1087話のスタートは海軍ブランニュー。ブランニューはかつてライバル関係だった鉄拳のフルボディとジャンゴの2人に2隻の敗戦を見せています。この2人は扉絵連載の最後でガープとコビーとすれ違っていましたが、そんな2隻の敗戦は軍艦バックと呼ばれ、ガープと青生地が拳を鍛えるために使ったいわばサンドバッグだと言います。サンドバッグとは英語ではパンチングバッグ。それは砂が入っている袋です。そして2隻の軍艦。前回1086話は謎の兵器の話でした。この謎の兵器はこちらの動画でフルトンと同じ設計図の軍艦ウラヌスだと考えました。その2隻の古代兵器はいわば双子、双子だと考えましたが、この1087話には2隻の軍艦が登場しました。さらにその軍艦に使われる動力こそがマザーフレームであり、そのマザーフレームはエースの悪魔の実メラメラの実から作られたとも考えました。そして1087話の扉絵ではエースがメラメラの実で風呂を沸かしている。エースの船やミスター3の船、エネルの箱舟マクシムなど悪魔の実はこれまで船の動力として使われています。こちらの考察もどうなんでしょうか。ちなみにガープが初めて顔を出して現れたのは431話愛の拳、造船島水の都ウォーターセブンです。ワノ国に眠る古代兵器フルトンはその昔ウォーターセブンで作られた戦艦だといいます。
さらにウォーターセブンには青生地も現れていました。とにかく敗戦となった2隻の軍艦は同じくらいへこんでいますから、ガープと青生地のパンチ力は互角なのか。1087話の類似話数187話のタイトルは互角です。場面は変わって蜂の巣の解放戦争。これが1087話の話数の語呂合わせ1つ目、ドンパチ。ドンパチでしょう。7は中国語でチーと読みます。ドンパチとは日本語でヤクザの戦争という意味です。この1087話では海軍と海賊が蜂の巣でバチボコ戦ってるよ。戦争じゃい。いつの間にかガープに投げ飛ばされている巨人のウルフ。さらにバスコショットも火炎攻撃、守護ロップを放つも伝説の英雄ガープには通じない。しかしこの戦争は若い海兵ソードたちを守る戦いです。凍ったひばりを溶かすためにクジャクたちはすでに軍艦で島から離れています。これが1087話の話数の語呂合わせ2つ目、人は離れ。人は離れでしょう。一方ガープ、グルス、コビー、ヘルメッポの4人は蜂の巣に残って無限に湧く海賊たちと戦闘中。そしてさらに青生地が海から舞い戻る青生地バーグ。この時ガープに海軍の未来と言われたコビーに嫉妬してグルスは同じようにガープに質問していますが、ガープは何も答えない。これが一つ目のガープの死亡フラグ。グルスはもうガープから答えを永久にもらえない。そんな時コビーがハニートラップにかかる。蜂の巣だけにハニーなトラップ。助けを求めていたのは市民ではなく女海賊でした。その隙をついて忍び寄る気配。その気配を感じたガープがコビーを守ってドス。スケスケの実の支流のドスが刺さる。これが1087話の話数の語呂合わせ3つ目、とばっちり。とばっちりでしょう。コビーのとばっちりを受けて刺されてしまうガープ。それはまるで頂上戦争の白ひげのように。これが2つ目のガープの死亡フラグ。この展開は多くの人が予想していたようです。僕もそのように考えました。こちらです。一方ガープとクザンの戦いはやはり白ひげと同じパターンを想起させます。ガープは迷うやつは弱いと言っていました。そのガープが今後迷う可能性が高いのではないでしょうか。スケスケの実の支流の存在。透明な支流が近づいてコビーを人質にしてしまうのか。頂上戦争で刺された白ひげと蜂の巣戦争で刺される白いひげのガープ。ガープを刺して弱体化させたところへ一斉に襲いかかる海賊たち。クロスギルドがかけたガープの懸賞金額は30億。ガープたちはもはや袋のネズミ、袋小路、サンドバッグ。そこへ青生地もガープに襲いかかるアイスグローブ。青生地が自分の拳を氷で固めました。これが1087話の話数の語呂合わせ4つ目、0を倍につけて冷凍パンチ。冷凍パンチでしょう。ここで青生地はガープに弟子入りした時を思い出す。ガープは青生地の弟子入りを断っていますが、青生地はガープの日課を真似して軍艦バッグを拳で叩き始めます。しかし最初は当然拳が痛い。ガープのパンチの音はドンドン。青生地のパンチの音はトンペチ。これが1087話の話数の語呂合わせ5つ目、トンペチトンペチ。しかしその音は次第に大きくなり、ついにはガープと同じ音を出せるほど青生地のパンチは強くなる。やがてガープは青生地を認めていきますが、ガープは自分の息子ドラゴンが革命家になり、自分の孫ルフィが海賊になったと青生地に八つ当たりしています。これも1087話の語呂合わせドバッチリ。これが3つ目のガープの死亡フラグ。回想シーンが描かれたガープの命は危なそう。そんなガープと青生地が激突。互角の拳がぶつかり合い大爆発。これが1087話の話数の語呂合わせ6つ目、愛のパンチ。愛のパンチでしょう。愛ある拳は防ぐ術なし。ガープの愛のパンチ VS 青生地の冷凍パンチ。ガープも青生地も等しく吹っ飛ぶ互角の戦い。そんな2人を見てあざけ笑うアバロ・ピサロ。ピサロは明日の新聞の見出しはこうだとしましまの実を使って巨大な手を生み出し
海へ逃れたガープの軍艦を叩き潰し全滅させようとしている。その巨大な姿はまるでピーカのよう。これが1087話の話数の語呂合わせ7つ目、ゲバナ。ゲバナでしょう。ゲバナとは岬や山の突き出たところです。これに焦るコビー。しかしガープは正義は勝つ、そのように語っています。これが4つ目のガープの死亡フラグ。頂上戦争とリンクしている蜂の巣戦争。頂上戦争のドフラミンゴ曰く、正義が勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。このように言っていました。頂上戦争の勝者は海軍、いや、黒ひげでした。突然現れた黒ひげが全てをかっさらっていった。ならば、蜂の巣にも黒ひげが現れる。やめときな。正義で悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろ、くだらねえ。インペルダウンでも黒ひげは突然現れました。ならば、蜂の巣にも黒ひげが突然現れるのか。黒ひげがガープを倒す可能性はこのように考えました。こちらです。ガープ VS 黒ひげの戦いに発展するのか。ここまで黒ひげはシャンクス、杯、レイリー、大物たちとの戦いを避けていましたが、もしも黒ひげがルフィのライバルであり、黒ひげが G ベックの意志を継ぐものなら、黒ひげがガープを倒す可能性は十分にあるでしょう。なぜなら白ひげが予言したように、ルフィはいつの日か海軍に巨大な戦いを挑むでしょう。この時元気にガープが海軍にいる場合、話が進まなそうだからです。故にガープは黒ひげに負ける可能性が高そうです。四皇ルフィが最強の海賊カイドウを倒したなら、四皇黒ひげは最強の海兵ガープを倒す。表裏一体。そしてさらに1087話の扉絵は黒ひげに倒されたエースです。エース。これが5つ目のガープの死亡フラグか。ガープには罪があります。ロジャーから任された息子のエースを頂上戦争でガープは見捨てようとしていました。地位なんて関係ない。そんな自由なガープに青生地は憧れていましたが、ガープは海軍の英雄という地位、立場を選んでしまい、エースの処刑を見て見ぬふりをしてしまった。もちろん大人なら誰だってあの時のガープの気持ちはわかります。しかし、青生地はそんなガープを見たくなかった。ガープさん、また昇格蹴ったんでしょ。まったくかっこいいなぁ、もう。自由でかっこいい。ガープが好きだった。何が伝説の英雄。何が愛の拳。俺は生まれてきてもよかったのか、欲しかったのか、その答えだった。ガープが地位を捨ててエースを救っていれば、エースはその答えにたどり着いたかもしれません。エースを救おうとしなかったガープは今でも罪を感じているのではないでしょうか。その罪悪感こそがガープの死亡フラグ。頂上戦争で果たせなかった代わりに、ガープはどうしてもコビーたちを助けるでしょう。だから1087話の扉絵にエースが描かれている。さらにもう一つ、ガープにはもうワンピースの物語において役割がなさそうです。これが6つ目のガープの死亡フラグか。海軍の未来、愛弟子コビーを新時代へ送り届ければ、ガープは役割を終えそうです。ガープとは英語でガープ。ガープとはガツガツ食べる。悲しみをこらえる。怒りを抑える。そんな意味です。このようにガープの死亡フラグを感じるのですが、しかし、蜂の巣にはまだモリアが残されています。モリアが生み出すゾンビ軍団やペローナのネガティブフォローは大量にいる蜂の巣の海賊たちに有効でしょう。また、ピサロが軍艦を狙っていますが、軍艦にはクジャクが乗っています。ピサロのしましまの実で実体化したものは島や建物ですから、クジャクのムチムチの実ならムチで調教できそう。以上です。このようにガープには6つの死亡フラグがありますが、どうなんでしょうか。続いては次号1088話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1088話の類似話数は88話と188話です。88話は死んで、ナミが覚悟を決めて村人たちに一緒に死んでという。すると1088話は死にまつわる話なのか、
188話はオカマ拳法。188話ではゴンちゃんが波に化けてサンジが手を出せない。すると1088話でも誰かを守るために拳を出せないガープか。そんな1088話の反転話数も考えましょう。1088話をひっくり返すと881話ナミの部屋。ビッグマムの大波に飲み込まれそうになりますが、ソーダシュジンベエが華麗にさばいています。すると1088話ではピサロの巨大な手からソードたちが逃げる話か、もしくは頂上戦争の時のように黒ひげが現れてグラグラの実で巨大な波を生み出すのか。そんな1088話の話数の語呂合わせ予想は10バンバン。ガープが10で蜂の巣にされるのか。と半々。頂上戦争の時のように島が半分半分になるのか。人は野蛮、人を阻む。そしてやや強引ですがゼハハゼハハと笑いながら黒ひげが現れるのか。以上です。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。